車内も撮れるフロントカメラ、それに加えてリアカメラにも車内カメラが搭載されちゃった。4カメラ同時録画で死角なし。夜間は車内カメラが暗視モードに。日中帯も夜間も綺麗です。そしてアウトランダーこんにちは。4カメラ？このドラレコやりすぎ。いやどうも七草です。今日の製品はこちら、バントルーのドライブレコーダーです。あれ、なんかこの箱見たことあるな。そう、以前紹介したバントルーの Nexus 4 Pro と同じような箱なんですが、実はここに Nexus 5と書いてあります。そうそう、最後の方にお得な情報もありますので、よかったら最後まで見ていってください。開封していきましょう。まずはビニールを剥がします。改めまして今回の製品はドライブレコーダーです。バントルーの Nexus 5という製品です。箱の側面にも Nexus 5と書いてありますね。これを略して N5 とも呼んでいます。バントルーさんの箱は iPhone みたいな開け方になってるんですよね。この紙のペリペリを剥がして開けるタイプです。早速開けていきましょう。箱がね、バントルーさんはしっかりしているんですよ。これだけでなんかいい製品のイメージです。はい、開けたらすぐ配線のイメージ図が出てきましたね。これは非常にわかりやすいです。今回もシガーソケットから電源が取れて、シガーアダプターから本体のマウントキット USB-C 接続です。そして本体上部も USB-C 接続でリアカメラにつながります。これどちらも USB なんでどっちでもつながっちゃいますが、リアカメラから本体のマウントキットにはつながないでくださいと書いてありますね。本体のマウントキットには電源を挿しましょう。はい、中身をすべて取り出していきます。フロントカメラ、リアカメラ、シガーアダプター類の箱、クッションの下にリアカメラケーブル、その下に説明書、あとは細かいものです。広げていきましょう。はい、全部並べました。一つずつ見ていきましょう。まずフロントカメラです。今回の N5 は前後で合わせて4カメラ搭載のモデルです。こちらフロントカメラの車内側、そしてこちらが外を撮る側ですね。本体左側面には電源ボタンがあります。こんな感じで押せますが、これ仕組みが中にあります。サイドの電源ボタンが蓋になっていて、このように開けることができます。開けると中にマイクロ SD カードのポートがあって、その下に電源ボタン、さらにその下にリセットボタンがあります。蓋を開けた状態だと電源ボタンとリセットボタンは手では押せない大きさで、電源ボタンは蓋の裏側に突起がついています。この蓋を閉めて外から押すことで電源が押せるようになっております。録画中に1回押すと緊急録画になりロックされます。本体上部にはリアカメラを接続する USB-C ポートがあります。本体の下側を見てみましょう。操作はタッチディスプレイではなく、この下の物理ボタンで操作します。一番右のボタンは長押しで Wi-Fi のオンオフができます。また録画していない時はメニュー画面に入ります。次がマイクのオンオフのボタン、録画のデータに音を入れるか入れないかを決めます。また長押しで駐車監視モードになります。あとはメニュー画面で下に行ったりする方向キーのボタンです。次が画面切り替えボタンです。ディスプレイに映る画面を切り替えることができます。この辺は後でやっていきます。あとは上方向の方向キーボタンです。次が録画停止開始ボタンです。通常の設定では電源が入ると自動的に録画が開始されます。メニュー画面では OK ボタンみたいな感じです。あとここにマイクの穴があります。音声操作もできるんでね。あとここに IR っていうセンサーがあるんですが、これ説明書に書いてなかったんですが、明るさセンサーかな？違ったらすいません。はい、正面の左側にはバントルーのロゴが書いてあり、ここに電源をつなぐマウントキットが連結されて電源が入ります。本体右側面には Nexus 5を略した N5 のロゴがあります。ここの連結部につないでみましょう。連結させるのはこのような部品です。この上のところに USB-C のポートがあって DC IN と書いてあります。ここにシガーアダプターから来た電源をつなぎます。そしたら連結させます。マグネットで簡単にくっつきます。こんな感じ。左側にはバントルー、真ん中には Nexus と書いてありますね。マグネットなのでこんな感じに取れます。はい、次リアカメラ見てみましょう。リアカメラはパッケージから向きを間違えないでねっていう感じが伝わってきますね。リアカメラにも車内カメラがあるので間違えないように取り付けていきましょう。車内から見てこの向きが正しいみたいですね。ここの英語の文字が正面向いてれば間違いないです。リアカメラを後ろから見たらこのような向きです。カメラ自体もこれぐらい回りますので十分な角度調整ができます。リアカメラの配線は側面に USB-C ポートがあります。はい、次両面テープの予備があります。予備があるのは心強いです。次です。電源のシガーアダプターです。シガーアダプター自体に USB-A ポートが1ポートついてるのは嬉しいですね。対向側は USB-C です。次です。USB-A to USB-C のケーブルも1本入ってます。
今回も内張り剥がし入ってました。バントゥルーのロゴ付きです。こういうところまでロゴ付きこだわってますね。バックカメラケーブルが1本 6m あって両方とも USB-C です。アピール満載ステッカー日本語と英語版が1枚ずつあります。説明書が1冊、これぐらいの厚みがあります。ただこの厚さで4カ国分書いてありますので、日本語で書いてあるのは4分の1、そこだけ読めば OK です。カラー印刷されています。4カ国分はこちら、イングリッシュ、エスパニョール、日本語、中国語です。脱脂して吹き吹きするのが2つ、取り付け位置に貼る透明なフィルムが2枚、ガラスにフィルムを貼ってそこにカメラをつけるみたいなんですが、七草はこれ使いません。クロスが1枚、こちらにもバントゥルーのロゴが入ってます。はい、同梱品はこれで全てです。あとこちら、別売りの変更フィルターです。これをフロントカメラのレンズにつけることで、より鮮明な映像を撮ることができます。この変更フィルターにもバントゥルーのロゴ入りのクロスが入っています。こんな感じに被せて使います。部屋の中だと効果がわかりませんね。当たり前だろ。はい、この変更フィルター、両面にこのようなフィルムがついているので、両面剥がして使ってください。あとは片側にこのようなね、ネジ山がついているので、このようにねじって装着します。これだけで取り付けは OK。ちなみにこの変更フィルター、外側と内側で分かれてて、外側が独立して回るようになっています。なので装着する際は変更フィルターの外側ではなく、変更フィルター自体の内側を回すように取り付けていきましょう。じゃないとね、外側は永遠に回り続けます。はい、そしてこちらも別売りです。マイクロ SD カードですね。今回 128GB のものを使います。マイクロ SD カードは別にこれじゃなくても大丈夫です。ただし4カメラ分録画するので、性能がいいものを選んだ方がいいと思います。不安な方は公式のものをどうぞという感じです。スピードクラスは10以上のものがいいと思います。はい、小さいものと大きいものが入っていますが、使うのはこの小さいマイクロ SD カードだけです。もう一つの大きい方は SD カードへの変換アダプターです。なので今回は使いません。これをこの位置にこの向きで差し込んで使います。挿入したマイクロ SD カードを取り出したいときは、挿入してある状態からさらに一度押して取り外します。あとね、駐車監視をしたい人はシガーアダプターではなく別売りの専用ケーブルを使うことで駐車監視ができるようになります。今回の動画ではシガーアダプターを使います。はい、それでは車内で取り付けていきましょう。はい、こちら現在は N4 Pro を使っております。こちら以前動画出しておりますので、よかったらご覧ください。今回の N5 を並べてみます。フロントカメラは見た目も大きさも一緒ですね。ただしフロントカメラは N4 Pro の方が圧倒的に高画質です。今回の N5 は N4 Pro のフロントカメラよりも高画質ではありませんが、その分4カメラ搭載ということで、カメラの画角が1つ増える形です。どちらがいいかはお好みで選びましょう。圧倒的フロントカメラ高画質を求めるなら N4 Pro、まさに死角なし4カメラ搭載が良ければ N5 といったところでしょうかね。今回 N5 を取り付けますが、構成が全く一緒なので、前回の N4 Pro のケーブルをそのまま使ってみました。しかし電源は問題なかったんですが、リアカメラと接続する USB-C のケーブルが各機種専用設計になっているみたいで、 N4 Pro の USB-C ケーブルでは映像がしっかりカメラ上に映らなかったので、 USB-C のケーブルは付属のものを引き直さないとダメですね。はい、N5 付属の専用 USB-C ケーブルです。こちらを使いましょう。はい、こんな感じで頭を出して引きました。今回もめっちゃ簡易生線です。この上を通してこの辺のピラーを通って後ろまで引っ張っていってます。あとは電源ですね。今回はシガーアダプターを使います。はい、電源もこんな感じで出してます。こちらも天井を通してピラーを通って足元を通ってシガーアダプターに行ってます。あとはマウントキットにマグネットもついているコネクターを接続するだけ。こんな感じで簡単接続できます。そしたらシガーアダプターから来ている電源をここに接続します。あとはリアカメラから来ている USB-C をここに接続します。はい、配線はこんな感じです。至ってシンプル。今回はパーツクリーナーで脱脂した上で取り付けましたが、ない方は付属のプライマーを使って脱脂してください。で、本来はこの付属のフィルムを貼ったところにマウントキットを貼り付けるみたいです。七草は直接貼りました。こんな感じです。結構ね、相変わらず存在感はあります。リアカメラも取り付けていきます。貼り付けるところを脱脂して貼り付けていきます。今回この辺にしようかな。はい、こんな感じで貼り付けました。カメラいっぱい。今回のカメラはこちらです。取り付け完了しましたので電源を入れていきましょう。チンチロリンと音が鳴ってオレンジ画面のバントゥルーのロゴが出てきました。初期設定ですね。まずは言語を選択します。タッチパネルではなく下のボタンで選択していきます。
日本語を選択して OK。 次は時刻が出てきました。ここでは GMT プラス9時間東京を選びます。これで OK。 次は日時の形式ですね。七草は年月日の順番がいいので真ん中を選択しました。時刻を合わせたら OK。 周波数は東日本なので 50Hz。 速度単位はキロかマイルで選べますがキロでいいですね。Wi-Fi の周波数ですが、これ確か屋外の電波法で5ギガ帯を使っちゃいけないとかあった気がするんで、とりあえず 2.4 にしときます。詳しくは調べないと分かりません。初期はマイクロ SD カードフォーマットしましょう。はい、それでは実際のドラレコの映像を見ていきましょう。まずは日中帯のフロントカメラからです。フロントカメラは500万画素で、これ設定でいじれるんですが、今一番解像度の高い 1944p にしています。はい、フロントカメラを一番解像度の高い 1944p にすると、ドラレコの映像はこのように正方形になって左右が少し余るような形になります。一番解像度の高い 1944p にすると再生データは正方形となってしまいますが、その分縦に広く撮れるイメージですね。これ現在逆光ですが太陽も綺麗に映っていますね。ソニーのスタービス2を搭載していて、センサーは IMX675 を採用しています。これで暗所でも綺麗に撮影できるんです。以前紹介した N4 Pro はフロントカメラのセンサーは IMX678 を採用しているのと、画質と画素についても 4K800 万画素なので、フロントカメラの性能は N4 Pro の方が上ですね。今回の N5 トンネルを抜ける際の白飛び具合はこんな感じです。N4 Pro の白飛びの少なさには及びませんが、前の車が完全に消えることはなく、トンネルを抜けた際の白飛び具合はこのように映ります。続きましてフロントカメラの画質を一つ落とした 1440p にしました。 1440p にするとデータ上の映像は縁いっぱいまで広がったよく見慣れた映像になります。 1944p に比べると縦の幅は狭くなりますが、このように通常の映像で撮ることができますので、縦幅目いっぱい高画質で撮りたい方以外はこちらでいいと思います。画質を一つ下げたと言ってもこれぐらい綺麗に撮れます。トンネルを抜ける際の白飛び具合はこのような感じなので、よろしければね、前回の動画の N4 Pro と比べてみてください。1440p で昼の日中帯、前方の車のナンバーもはっきり見えます。画質を最大から1つ落とした 1440p でもこのぐらい綺麗に撮れます。続きましてフロントの車内カメラを見ていきます。画質はフル HD の 1080p、 画素は200万画素、 WDR がついていて赤外線暗視付きです。前後だけではなく車内も撮れるカメラがついています。これは万が一何かがあった時に安心ですね。車の両サイドも撮れますので、前後のドラレコだけではない角度も撮れます。そして車内カメラには赤外線暗視モードが搭載されています。これで夜間や暗い場所でも赤外線暗視モードによって車内を撮ることができるんです。ナイトビジョンモードのような感じですね。はい、今トンネルに入りまして、ある一定以上の暗さになったことを検知すると自動的にカメラが暗視モードに切り替わります。このように暗いところでも車内を撮ることができるんです。トンネルを抜けてまた明るくなると、このようにまた自動で暗視モードが解除されます。車内カメラ斬新です。続いてリアの車内カメラを見ていきましょう。 N5 はリアカメラにも車内カメラがついています。ここが N5 の特徴で、合計4カメラ搭載しています。リアの車内カメラはフル HD の 1080p、 画素は200万画素、 HDR 付きです。この角度とても新鮮ですね。これ車内もですが車の両サイドも撮れてるところがいいですね。幅寄せ、ドアパンチ、死角なしといったところですかね。リアの車内カメラも赤外線暗視モードがついていて、フロントの車内カメラ同様、自動で暗くなると暗視モードに切り替わります。リアの車内カメラも暗いところでも大丈夫、しっかりと映ります。そして明るくなると自動的に暗視モードが解除されます。まさに死角なし。続いてリアカメラを見ていきましょう。リアカメラはフル HD1080p の200万画素、ソニーのスタービス搭載で、センサーは IMX307。リアカメラはスタービス2ではなくスタービスです。そして HDR がついています。おっと、アウトランダーの左後方からアウトランダーが接近してまいりました。これは奇遇だね。やあアウトランダー、こんにちは。スポーティーパッケージかな。足元黒にしてますね。あ、フロントスキットガーニッシュメッキだ。あ、でもサイドプロテクションガーニッシュついてないからエレガントパッケージ
ジではなさそう。言ってしまいましたね。それではいい一日を。リアカメラのトンネルはこんな感じです。それにしてもアウトランダー乗りの方と街で遭遇するのはなんか嬉しい気持ちになりますね。七草のアウトランダーは結構ね、外観がドノーマルなので、結構ね、他の方のパーツとかをね、いろいろ見ちゃいます。あの色かっこいいじゃんとかね、よくあります。今、ふわっとした気持ちでやりたいのがルーフレールのブラック化ですね。今というか前からやりたいことですね。新しいブラックエディションのルーフレールが黒になったので、ブラック化というかただブラックのものを買うだけなんですけどね。もちろんできたらですよ。今ディーラーに聞いてたらもしかしたら買えるかもしれないみたいな話をちょっと聞いたので、話してて通り過ぎてしまいましたが、リアカメラのトンネルはこんな感じでした。今回の N5 日中帯の映像はこのような感じでした。それでは続きまして N5 の夜間の映像をご覧ください。こちらが N5 の夜間でのフロントカメラの映像です。解像度は上から2つ目の 1440p にしています。以前の動画の N4 Pro の夜間の映像も同じルートを通っていますので、N4 Pro の画質が見たい方は以前の動画もご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。両サイドにあるお店の看板もはっきりと見えます。対向車のライトで白光りしてしまって見えないということはないですね。N5 の映像も街がどこか神秘的に見えます。これがスタービス2の力なのでしょうか。こちらはリアカメラの映像です。夜間でも明かりがあるところであればこのように綺麗に映ります。フロントの車内カメラです。夜間は周囲の暗さを検知して暗視モードになりますので、このように白黒状態で映ります。続いてリアの車内カメラです。こちらも自動的に暗さを検知して暗視モードで撮影しています。4画面いっぺんに見てみましょう。このように4カメラ同時録画なので、万が一の事故の際もあらゆる角度から確認できます。続いて4カメラ4等分にして見てみましょう。このように4カメラ分の画像を確認することができます。フォルダーは4箇所に分かれて保存されるわけではなく、1つのフォルダーに順番に保存されていきます。もちろん緊急録画などのイベントデータや写真を撮ったデータは別のフォルダーに保存されます。そして七草のように動画を作成する人にとって嬉しいのが、動画のファイル形式が MP4 で保存されます。なのでドラレコのデータをそのまま編集ソフトに入れることができるんですよ。これがね、めちゃくちゃいい。 MP4 であれば大体の動画編集ソフトで使えますからね。ある一部の形式だと動画ソフトに入れる前に一旦変換しなきゃいけないという手間がかかるんですよ。その手間を省けるのがバントゥルーのドラレコのいいところです。完全こっち寄りな情報でした。ちなみに夜間の薄暗い場所でのリアカメラはこのような画質です。車がある程度近づいてきたらナンバーが見えるようになります。ライトの白光でナンバーが見えないということはありませんが、薄暗い場所でのリアはある程度近づかないとナンバーは見えないですね。ドラレコの映像はこのような感じでした。操作感をサクッと見ていきます。操作ボタンはタッチパネルではなく下にある物理ボタンを使います。下にある物理ボタンは計4つあります。本体の下にあるボタンの一番左が録画停止開始ボタンです。エンジンをかけると自動で録画が開始されますので、その状態で一度押すと録画停止、もう一度押すと録画開始になります。録画停止開始状態の画面上での判断ですが、画面左下に赤い点滅が出ている時は録画している状態、もしくは画面の一番左に緑色のランプが点滅していますので、これでも録画中という判断ができます。録画停止中は画面左下の赤い点滅は消えて時間も止まります。一番左の緑ランプは点灯状態になります。次、横の電源ボタンなんですが、録画中に一度押すとその時録画していたデータをロックします。それと同時に写真が撮られます。このロックの意味はループ録画で上書きされないように、ロックしたデータは別の場所に保存されます。別の場所といっても同じマイクロ SD カード内の別の場所に保存されるという意味です。続いて同じ横の電源ボタンを長押しすると電源が切れます。電源が切れた状態でもう一度横の電源ボタンを押すと電源が入ります。続いて最初の画面なんですが、これ現在は一番広いスペースにフロントカメラの映像が映っていて、左上にフロントの車内カメラ、その隣にリアの車内カメラ、左下はリアカメラの映像が映っています。この画面に4カメラ分映っているんですが、この配置を変えることができます。左から2つ目のボタン、これを一度押すと
今度はメインのスペースにリアカメラが映っています。上2つは変わらず車内のカメラ、左下がフロントカメラが映っています。次もう一度押すと今度はメイン画面にフロントの車内カメラ、左上にリアの車内カメラが映りました。次もう一度押すと今度はフロントカメラだけを映すとか、フロント車内カメラだけを映すとか、リアの車内カメラだけを映すとか、リアカメラだけを映すなど好きなカメラを画面に映し出すことができます。車内カメラはこのように角度調整ができます。一番右の設定ボタンから録画設定を選択して解像度を選択すると、ここで何カメラ使うか設定できます。デフォルトの状態だとフロント、車内前方、車内後方、リアと4カメラ選択されていますが、4カメラ分録画だとデータが大きくなってしまうので3カメラでいいやと思う方は録画で使いたいカメラだけを選択することができます。もちろん2カメラだけも選択できますし、最小構成はフロントカメラのみも選択することができます。ただし N5 の特徴は4カメラ搭載ということなので、 N5 を購入される方は一番上のデフォルト設定の4カメラ録画でいいと思います。4カメラでないとこの製品である意味があんまりなくなってしまいますね。はい、そしてカメラの解像度をセットメニューみたいな形で選択することができます。一番左からフロントカメラ、車内の前方カメラ、車内の後方カメラ、リアカメラです。フロントカメラは最大 1944p、 ただし映像動画でも説明した通り 1944p を選択すると動画のデータが正方形になります。フロントカメラは最低 720p まで落とすことができます。前後の車内カメラとリアカメラは 1080p か 720p を選ぶことができます。七草は上から2つ目のフロントカメラが 1440p、 他が 1080p で使いたいと思います。はい、戻りまして右から2つ目のボタンが録画に音声を入れるか入れないかの選択ができます。はい、あとはポイントを説明していきます。システム設定の中から音声認識コマンドを見てみます。そうするとね、ここに載っている言葉を喋るだけでカメラが反応してくれます。何個かやってみます。バックカメラ、フロントカメラ、内部ビデオオン、スクリーンオフ、スクリーンオン、ビデオスタート、ホームページに戻る、スクリーンオフ、スクリーンオン、フロントカメラ、バックカメラ、内部ビデオオン、ホームページに戻ると、こんな感じで本体に触れず音声操作ができます。次です。駐車監視モードを見ていきましょう。注意事項で夏の高温環境で駐車する場合、衝撃検知の駐車監視モードをおすすめしてきましたね。はい、中に入ってまず衝撃検知見ていきましょう。衝撃検知の感度を1から5の5段階から調整できます。次、動体検知を見ていきます。動体検知の感度を低、標準、高から選べます。あとは低ビット録画があったり、タイムラプス録画の設定もあります。動体検知モードを選択する場合、前方後方で範囲を選ぶことができます。このように動体検知をする範囲を選ぶことができます。前方後方両方で範囲選択可能です。次ですが、一番右のボタンを長押しすると Wi-Fi をオンにすることができます。もう一度一番右のボタンを長押しすると Wi-Fi をオフにすることができます。はい、本体の Wi-Fi をオンにすることでアプリが使えるようになるんです。このアプリもめちゃくちゃ便利なので見てみましょう。N5 本体の Wi-Fi をオンにしたらスマホから N5 の Wi-Fi に接続します。デフォルトのパスワードは 1234567 です。はい、N5 の Wi-Fi に接続できました。そしたらバントゥルーの専用アプリを開きます。あらかじめバントゥルーのアプリは入れといてくださいね。 iPhone なら App Store、Android なら Play Store でバントゥルーと検索してください。下の方のプラスボタンから N5 を追加していきます。 N5 の N は Nexus の N なので Nexus シリーズを選択してその中から N5 を選択します。そうすると N5 との接続が完了してスマホのアプリ上でカメラの映像が見れるようになります。アプリ上でほとんどの操作ができてしまいます。例えばカメラの切り替えもこんな感じ。録画の停止開始、音声のオフオン、カメラの切り替えもアプリ上からできます。このように設定値もアプリからいじれて、先ほど説明した解像度についてもアプリ上で変更することもできます。便利。
設定の一覧もこのようにずらーっといっぱいありますので、アプリ上でほとんど設定できてしまいますね。駐車監視モードの設定もアプリ上からできますので、別途駐車監視用のケーブルを購入した方はアプリ上からも設定できます。そして録画したデータもアプリ上から見ることができるんですが、これをさらにダウンロードすることで、そのドラレコの映像がどこの場所を通ったものなのか、位置情報も同時に表示してくれるんです。 N4 Pro の動画でもこの説明をしていますが、これはすごいと思いました。初めて通った道でもどこで何が起きたのかすぐ分かりますね。それではここまで見ていただいた方にお得なクーポンがあります。概要欄のリンクから Amazon の製品ページに飛んでいただいて N5 をカートに入れた後、このクーポンコードを入力してください。こちら他のクーポンがあった場合併用可能な 10% オフクーポンになっています。ただし一部併用できないキャンペーンを除きます。今月は7月の16日17日の2日間が Amazon のプライムデイセールです。 Amazon プライムデーはいろんなセールがある中、年に一度のビッグセールです。このタイミングで購入してみてはいかがでしょうか。またプライムデーセールは7月の16日17日の2日間ですが、7月11日よりプライムデー先行セールが始まります。なのでこのあたりから値段をチェックしつつ、安くなってると思ったら買い時だと思います。実際にクーポン適用方法を見てみましょう。こちらはこの動画の概要欄に貼ってある N5 の製品ページです。この録画の収録時にちょうどタイムセールで安くなってましたね。カートに入れます。はい、カートに追加できたらこの状態でカートを見るを押します。カートに入っていたら上のレジに進むを押します。そうすると一番上に注文を確定するというボタンがあるんですが、これは一旦スルーして下の方を見ていきます。先ほどのまま注文を確定したら安くなりませんからね。はい、下の方に行くとここにギフトカードやプロモーションコードを入れる欄が出てきます。ここに先ほどのクーポンコードを入れてください。入れたら適用を押します。はい、これ今クーポンが使用できる期間外なのでエラーが出ていますが、7月10日以降は使えるようになります。これで 10% オフご利用ください。もう一つあります。これは動画公開時に残っていたらの話になりますが、製品ページの細かいところまで見ていくと、別売りの変更フィルター2299円のものが N5 を購入するとついてくるというようなセールも見受けられます。これもまだやっていれば見逃さないでください。製品ページの中にプロモーション情報7件というものがあります。これを見てみると、対象商品のものを1つ買うと変更フィルターが1つ無料になりますとか、マイクロ SD カードや駐車監視ケーブルが安くなりますなどの情報があります。無料でついてくるのは変更フィルターですので、今回は変更フィルターが1個無料になるところの買い物をするというところを押します。そうするとプロモーションページに飛んで対象商品をカートに追加するんですが、要は N5 と変更フィルターをカートに2つ入れると会計の際に変更フィルター分が無料になりますと、そういうことになります。でもこのプロモーションページは定価の値段の N5 しかないんですよ。これ今 49,990 円ですよね。先ほどはちょうどタイムセールで 36,000 円ぐらいになってました。でも大丈夫なんです。これ試してみましたが、タイムセールの 36,000 円の N5 をカートに追加してからプロモーションページの買い物をするに飛んで、その後に変更フィルターをカートに追加すると、この時点では N5 と変更フィルターが足された合計金額になっていますが、このままレジに進むと、はい、N5 はタイムセールの価格かつ変更フィルターが無料でついてきます。大事なのはプロモーションページの買い物をするに一度飛んでから、その後に N5 と変更フィルターをカートに追加すると、それだけです。プロモーションページに飛んだ先に定価の N5 しかない場合でも、その時にもしタイムセールをやっているのであれば、タイムセールをやっている側の N5 をカートに追加してください。そうすることでお得にお得がついてきます。というわけで今回はバントゥルーのドライブレコーダー Nexus 5、またの名を N5 についてレビューしてみましたが、いかがでしたでしょうか。以前の動画の N4 Pro と比べてみても、何を優先にするかで選ぶものが変わってくると思います。今回の N5 は前後のカメラ両方に車内カメラがついている4カメラ搭載のモデル。対して N4 Pro は前後のカメラに加えてフロントカメラだけ車内カメラがついている3カメラのモデルで、フロントカメラが 4K800 万画素とずば抜けた高画質のカメラという感じです。なので N5 はフロントカメラはずば抜けて高画質じゃなくていいけども、その分カメラを1つ増やして4カメラでより視覚をなくしたいという方におすすめで、 N4 Pro は3カメラで十分、その分フロントカメラはめちゃくちゃ高画質がいいという方におすすめですね。この2つの製品を比較してもお互いにないものを持っているので、あとはお好きな方を選んでください。
というわけで今回はバントゥルーの N5 についての動画でした。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。合わせて以前の N4 Pro の動画も概要欄に貼っておきます。よかったら比較してみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがアウトランダーのことはもちろん自由気ままに車で使えるアイテムなどをレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!